おはようございます。音声の確認をします。お待ちください。8月30金曜日6時半になりましたので、ライブ配信を始めます。よろしくお願いします。平日不定期でライブ配信をしています。今はこちらの模様を差し越しています。その様子をただただライブ配信しています。一緒に差し子をしながら、何か飲み物を飲みながら、また朝の時間ですので、お支度中のながら見などご活用いただければと思います。少々お待ちください。はい、朝早くから見てくださりありがとうございます。そしてコメントもありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、では続きになります。今はですね、だいぶね不規則にいっております。そしてですね、ここですね、ここから糸が出ていますので、続きになりまして、この流れで進んでいきます。で、今、まずはね、この1本ずつ差し越してあるところ、ここを戻るような感じ、そこまで行こうと思います。で、その先にどう進むかっていうのは、そこからまた考えようかなと思っています。では、ここから差し進めますので、皆様もどうぞごゆるりとお過ごしください。はい、そうですね。はい、私の住んでいるところも雨が降っております。今日はこの雨模様でずっとかななんて思っています。では次は横に移動しまして、今度はですね、この向きで見ると横ラインですね。そこを進めていこうと思います。
こっちですね。はい。この辺りが、今差し子しているところは、今横ラインをいってるんですけど、斜めがもう刺してあるので、そことこう接点ができてくるところがね、これから徐々に多くなってくるんだろうなと思いつつ、この接点のところは特にね、気にかけながら進めようと思います。そうですね、台風がね気になりますね。だいぶゆっくりなんですかね、移動してるのが。ちょっとね、天気がだいぶ不安定ですのでね。やっぱ裏の接点がね、ちょっと油断したかな。まあいいや。はい、進めていこうと思います。そうですね、のろのろとね、はい。まだちょっとあれですよね。気が抜けない感じですよね。おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。まずというか、外枠のところまで来ましたので、ここでまた方向を変えていこうと思います。はい、このまま隣ですね。この斜めに対して隣を差し越していきます。はい。方向を変えていきます。そうですか。出勤前にということでありがとうございます。指す、指し順とか、気をつけるポイントというか、ここのポイントを押さえて差し越しようみたいなところが今思い浮かぶのが3つですかね。3点あって、この辺りを踏まえて流れを決めていこうっていうのがあって、まず、この辺は言ってることともかぶるんですけど、改めてまとめると、3つのうち1つはできるだけ、これは私のあくまで好みになりますが、糸を両手広げた2本分くらいで取って、それを差し子する上に置いて、できるだけその糸をね刺し始めたら長く刺し切るルートを取りたいと。こう糸をね通したら、この糸がねだんだんこう短くなるまで行けるところまで、そのまま進みたい。進めるんだったらってことですけれども、その進めるルートを、優先に考えるルートを取るっていうのがまず一つと、あともう一つが、そのできるだけ長くさせるルートを取る上で、このクラッカーは縦も、この向きだったらこの縦も横も斜めもあるので、もし分岐点に差し掛かったら縦もしくは横を優先に取ると。どっちもいけるんだったらってことですけど、この外枠まで突き当たってその後どっちに進もうかっていう風になった時に、そこのところに縦も横も直線ですね。直線に行けるのがあるんだったら斜めよりは直線を優先に選ぶっていうことですね。でなかったら斜めに進むですね。それが、2つ目ですかね、ポイントの。で3つ目は糸を、大体私1往復して次の突き当たりでどういくかって考えるみたいな感じでやってるんですけど、1往復して次隣に行く時はなるべくこの字で行くように、なんかこういう、なんか隣に行く時に斜めには行かず、この外枠にできるだけ沿ってこの字カキッと、行くように、ショートカットとかすればねこう斜めになったりとかするかもしれないけれども、できるだけ、こうカキッと回りたいっていうことですかね。ちょっと説明が難しいんですけれども、その3つを私の好みとして優先に、
考えたルートを取っています。はい、では外枠のところまで差し掛かりました。ちょっと針目を見まして、針目というか模様を見まして、どこを行くか考えようかなと思います。はいはい決めました。今ここから出てるんですけれども、一つ隣に移ってこの向きですね、こっち側の斜めに向かっていこうと思います。すぐ隣ですし、近くに縦と横をさせるところがないっていうのもありますし、なのですぐ隣に行って、そして、ここからですね、向きを変えて、こうですね、この向きに、1往復しようかなと思います。ちょっと大丈夫ですね。はい、そうですね、雨ね。こちらも強そうな、なんかこれからますます強くなっていきそうな感じがあります。おはようございます。よろしくお願いします。はい、では今言ったルートで進めていこうと思います。昨日はですね、刺し子の方のね、ちょっといろいろやりましてですね、まず収録動画の方の、制作中の付近がサイコロ崩しの模様をやっているんですね。で、まだ動画はね、撮ってはいないんですよ、次の。今日撮れるかな、撮れたらいいなっていうふうには思っています。で、それの次に、なので3回目なんですけれども、その動画を撮る上で切りのいいところまで昨日サイコロ崩しの付近を刺し子していました。そしてあとはストックをですね、下準備済みのさらしのストックを、今十何枚はあるんですけど、それがねなくなったらその次いけるようにっていうことで、10メートルのさらしを水通しして、それをとにかくアイロンがけですね。アイロンがけしてくるくると巻いてすぐ切れるようにですね、タイミングを見てね、すぐ切れるように一通りアイロンかけをしたっていうのがあるのと、あとはやっとなんですけど、この今クラッカーの付近を刺し子、模様ですね、それを刺し子しているんですけれども、このクラッカーの一つ前が方眼刺しだったんですね。でその方眼刺しの付近のここですね、ここの外枠のところ、これもそうですけどね、ここの外枠を最後こ
一通り縫って閉じていくっていう作業が刺し子が終わった後に入ってくるので、やっとそれをね、手をつけました。で、ぐるっとね外枠のところを縫っていって、で一回洗って、それ昨日の夜やってたんですけど、洗って、干してっていう感じなので、今日もうね乾いてますので、アイロンがけして本当に完成しました。仕上げまで持っていけたらいいなと思っています。なので、完成したらライブ配信の方でも見ていただこうかなと思っていますし、もしかしたら収録動画の方でね、収録動画の方でもこんな感じに完成しましたっていうのね、見ていただこうかなとは思っています。刺してみてのね、ざっくりな感想を話しながら見ていただこうかなと思います。はい、外枠のところ来ましたので、隣に移ろうと思います。はい、隣に移りましたので、こういう向きですね。こういう向きで刺し子していこうかなと思います。さっき言った刺し順を考える時の3つのポイント、それがその3つっていうのが自分の中で決まっていて、あと刺してみての針目なんかも一通り、この時はこういうふうに裏でというか、ここからこっちの向きに刺そうみたいなのが一通りやった感じはあるので、言いたかったのは、ここからはそんなに迷わずにある程度ルートを決めて進めるんじゃないかなとは思っています。そのポイントが決まるまではどっち行ったらいいかなみたいなこととか、この模様に入ってからだいぶ悩みながら進んでいった感じはあるんですけれども、もう大まかなね、自分の中でのルールみたいなのが定まってきた感じはありますので、あとはねそれにのっとって、進むルートを決めていけばいいので、そこまでもね頭悩ますこともなく、ここからはこのパターンだから今度こっち行こうみたいな風にねやっていけるんじゃないかなと思っています。
今が56分7分くらいなので、次の、角まで行って突き当たりまで行って、次のね方向を決めて、そこを指し始めるところまで、そこまでにしようかなと思います。はい、収録動画の方のコメントありがとうございます。合わせたところまでやってくださってるんですね。で、他の模様をその後にさしてたんですね。はい、待ってますということで、ありがとうございます。はい、端っこまで来ましたので、次のねルートをちょっと考えますね。お待ちください。今こういったので、そしたらですね、交互にやっていこうかな。今度反対の斜め、ここ短いですけどね、交互にやるので、はい、今隣に移りましたので、少しだけ指し進めようかなと思います。方向がね分かるように、分かりやすいように。はい、ここまで行くとこういう感じでね、次こっちだと、こうかな。はい、ここでこう1往復かなと思います。もちろんこっちここまでね先ほど行きましたので、こっち行ったっていいわけですよ。近くですからね。ですが今ちょっとこっちに行ってみました。というのも、そうですね、この辺りはもちろん考え方によってっていうところですけれども、なるべく方向も分散させたいなっていうのもありますね、一つね。要するにこっちだけこう斜めだけひたすら行っちゃうと、なんていうかな、偏りを防止するためっていうところもありますね。こっちを1往復っていうのはなんとなくセットにはしていて、1往復してその後どこ行くかって考えて、で今この斜め、大きな斜めをしていったので、でもこっちだけこうずっとね行き過ぎても、なんかこう寄っちゃってもね、それって気分的なところもあるかもしれないんですけれども、それだったらこう交互にこっち行ったらこっちみたいな。でももちろん縦の方がね取れる時があったら縦優先にはするけれど、でも今まだここのところってちょっと行ける縦がねすぐ隣にはなかったので、そういう理由で今じゃあこっち行こうかなみたいな風にしてみました。もちろんこの辺りは残りのね糸の長さとかにも関係はしてるんですけどね、こう斜めをいろいろ分散させたいなとも思いつつ、でも例えば
糸がこれくらいの長さだからこっちの方がいいかなとか、その辺も臨機応変にとはなるんですけれども、でもある程度大きなポイントっていうところを、お話しさせていただいたところを押さえつつやっていこうかなと思います。はい、ということで今日差し越したところの全体像を見ていただきますね。輪っかのところをですね向かって右側にして置いていくっていうのをちょっと統一しようかなと思います。はい、全体的に見ていただきますとこのような感じになっています。はい、で裏から見ていただきますと、はい、このようになっています。なんとなくこう縦横斜め交わるところが少しずつ出てきたかなという感じはあります。こういうだから長くなるところってこういう風に交わるんですよね。だからこれをもしかしてさらしとさらしのこう間を通してあげた方が良かったのかなっていうところがちょっと今一つ頭にあることですかね。なのでこの辺がこう全体的に差し上がった裏を見てみて、ここね、特に長いとこですよね。長いとこここだけは通せばよかったなってなるかもしれないしどうですかね。そのあたりちょっと私もまだまだね裏の模様の出方が予測できないので、その辺の見え方も楽しみですね。でその反省点を生かして次また同じ模様を差し子する時は今度こうしてみようみたいなところをねちょっと考えてみようかなと思います。はい、では手帳にですね今日のライブ配信が終わりましたので丸シールを貼っていこうと思います。はい、こちらになります。はい、今日が30ですのでここのとこにね貼ります。はい、もうそうですね、もう今日金曜日であと次はもう9月になるんじゃないかなと思います。で、何回か前のライブ配信でもお話しさせていただいたんですけれども、9月から手帳を変えようかなと思っています。というのもこれが私の日常の手帳、あとちょっとした家計簿、それを兼ねているのでこう開くときにちょっと気を使うんですよね。このページとにかくこのページを開くっていうことと、あと間に何か他のねメモ用紙とか挟んでないかなとか、そういうのがこう映っちゃうので、そういうのが気がかりなので気にはなっていて、で例えば今8月じゃないですか。でじゃあ1ヶ月前は2ヶ月前はって振り返る時に他のこれ、ブロックマンスリーも間に挟まってるからそこをねなんとなくこう違う月を見る時も気を使うんですよね、ページを開くのをねっていうのがあるので、もうこれは差し子だけみたいな感じの、手帳にしようかなと思って、でそれを思った時に今度リフィルにしようかなと思いました。はい、これ英語のリフィルです。スプレッドシートで前にも言いましたけれども、これのノート版ということで、なんかこれを紹介した動画、収録動画を投稿した時に、その時はこのノート版の方をねご紹介したんですけど、そのノートもありますけど、そのノートももう他のものとかも書き込んだりしてるので、それもちょっと使うの難しいなと思いましたので、もうそしたらリフィルにしちゃおうとでこれのフォーマットがちょっとこれ書いてみたんですよね。こういう感じになっていて、これはだからここでいうこの左側ってことですね。
でサイズはねちょっとこれね英語スリムタイプなのでちょっと細いんですけど、これはね英語サイズなのでこのまま広さがねここよりもこっちの方が広いんですけれども今ですねちょっと話しながらすみません。うちの猫様がですねちょっとね静かに横に来てくださいましたのでどうしようかな。ちょっとせっかく来てくれたから挨拶できるかな。特に泣きもしないので静かに来てくださったのでちょっとわかんないと思うんですけどおはようございますおはようございますちょっとすいません、一瞬しか今見えなかったな、失礼しました一瞬しか見えなくて失礼いたしました。今ちょっと膝の上に乗ってくださっているので、じゃあ尻尾でも見ていただけますかなんでこう尻尾がね映ってるかっていうとね、お尻をこう突き出してるような感じになってるんですよはいなのでちょっとねポンポンタイムが今入りました。もう最後の方にねなんかやってくるっていうね、やり手ですねこのギリギリにやってきたっていうね猫様にもご反応くださり、あとねハートも送ってくださり、どうもありがとうございます今ですね私の左側におりますのでだいぶこうぐるぐる言いながらいますね。はい、じゃあちょっとはい、気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。はい、猫様にもありがとうございます。はい、じゃあすいません、今ちょっとねだいぶすっごい途中になってしまったんですけれども、こちらの話に移りますね。今サイズの話をしてたんですよね。はい。なのでこちらの今まで書いていたものより1行分ね多いですね。でそれでこうあともう1枚こうくっつけばねこう見開きで見れるっていう感じになっています。要するにこういうことですね。こういう感じになるんですよね。でこれですね。はい。で自分で日付を振ることにはなるんですけれども、そして縦一列に、差し子付近の、少なくとも左側は収録動画ライブ配信、そして付近ね並行して何枚か刺していきます。あとこっちの右側には仕立ての準備とかもしますので図案を書いたりとか、その時の進み具合なんかもここに書いたり右側にしようかなっていうふうに思っているので、はい、なのであんまり今までとはね変わらないです。この形としてはフォーマットとしては変わらないので、ただそのシステム手帳の英語サイズのリフィルになるっていうことくらいですかね。でちょっと一列広くなるそれぞれっていう違いですので、9月からはそのように変えていこうかなと思います。はい、晴れましたしね、今日の分晴れましたし、はい、ちょっと最後の方でね予想外に猫様が来ましたので、またちょっと時間をオーバーしてしまいましたね。はい、今もですね私の左側になんか微妙にくっついていてくださっております。はい、ということで今日も、ご視聴くださりありがとうございました。まずリアルタイムでご視聴くださり見守ってくださりありがとうございます。動画はこのまま公開状態にしておきますので、お時間のいい時に見ていただけましたら嬉しいです。アーカイブでもご視聴くださりありがとうございます。はい、今月も多分これ今月8月最後のライブ配信なので、今月も無事に
ライブ配信をすることができました。お盆休みの時にちょっとねお休みをいただいたっていうところがありましたけれども、それ以外では定期的にライブ配信することができました。そして方眼差しから今月は方眼差しからクラッカーの方に入ったっていうのがちょっと大きな違いがありましたので、9月は引き続きこちらのクラッカーを少しずつライブ配信で差し越していきますので、移り変わりが見えてくるんじゃないかなと思います。はい、ということでご視聴くださりありがとうございました。これから、出勤などお出かけなどの方もいらっしゃるかと思いますので、どうぞ天気もね気になるところですので気をつけて移動などしていただければと思います。はい、では失礼いたします。ありがとうございました。